ミニ四駆やろうぜ。と、友人を誘った時に断られる理由ランキング第1位。走らせると来ないから。本体は1000円くらいなので気軽に買えるミニ四駆。しかしいざ走らせるとなると困ったことになる。タミヤが主催するイベントに行けば走らせられるけど、これはハードルが高い。コースを置いてある店に行くという手もあるけど、他のお客さんがいたりするので気が引ける。いっそコースを買ってしまえば、と思うけど、値段と大きさを見て考えを改めることになる。もっと手軽なコースを開発すればよいのでは？コンセプトは、1、コンパクト。狭いスペースでも遊びたいし、保管するときも小さい方が良い。2、リーズナブル。コースよりマシンにお金かけたい。3、3D プリンター製。どこのご家庭にも1台はあるはずなので、出力して遊んでもらえる。シンプルに市販コースの1レーンバージョンを作れば解決だ、と思ったけど、造形時間も体積も大きすぎるし、かといって材料をケチると、壁が薄くなって折れる予感がするので、完全オリジナルで設計してみよう。というわけで開発を開始する。まずはコースの方式。市販のコースは正面から見るとこんな感じ。ここから色々検討した結果、こうなった。参考にしたのは、昔タミヤも参入していた、スロットカー。バンパーがなくなったり車体の下に何かが生えていたり、突っ込みどころは多いけどこの方式で行ってみる。というわけで体積や強度を考慮してモデリングしてみた。緑の部分が路面で、赤い部分が壁の役割を担う。裏側はこんな感じ。少ない材料で合成が高くなるように補強しつつ、コース同士の連結用にくぼみをつけてある。同じような感じでコーナーも作成。1個で30度なので、直角に曲がるにはこのパーツが3個必要。先ほどの形状に比べて、造形時間も材料もかなりコンパクトになった。3D プリンターで召喚。出てきたのがこちら。ちょっと重さに誤差があるけどよしとしよう。ちなみにほぼ同じものを半分くらいの時間で作れる黒魔術も存在するけど、ちょっとマニアックなので後ほどおまけとして紹介する。適当に作ったジョイントパーツで連結テスト。よいしょ。や。なかなか良い感じに連結できた。これをたくさんつなげれば、溝4駆のコース、完成だ。コースの総重量は約 600g で、材料費は1140円ほど。電気代を入れても1200円くらいでコースが完成した。サイズは約 113×72 センチ。JCJC の5分の1以下のスペースで収まる。ただしこのコースを走るには、溝対応のマシンが必要なので、こちらの VZ シャーシをベースに作ってみる。バンパーを外して裏側にアタッチメントを装着し、適当なローラーをつければ完成。横から見るとこんな感じで、コースに置くとローラーが溝に収まる。ボディはスピンバイパー。バンパーなしが似合っているぞ。テスト走行行ってみよう。果たしてちゃんと走れるのか。スイッチオン。ゴー。これは、なんとか走れているけど、コースが動いてしまっている。材料を節約して軽く作ったのが裏目に出てしまった。こんなこともあろうかと、ジョイントパーツはテープで留めやすい形状にしておいたのだ。これでリトライ行ってみよう。ゴー。おお。今度は良い感じに周回できているぞ。左右の壁がないので、マシンがよく見えるのは利点かも。ちょっとアングルを変えてみよう。低い位置から見るとなかなかの迫力だ。次はこちらのラリーカーで試してみよう。MS シャーシは、バンパーレスユニットというパーツがあるので、今回の遊び方に適しているのだ。先ほどと同じくアンダーローラーを装着。実車ボディもバンパーなしが似合うぞ。スイッチオン。ゴー。これもなかなか良い感じで走っていらー。コースアウトしてしまった。けどアンダーローラーが飛び出ているので、暴走して走っていってしまう事故は起きにくそう。さて、せっかくなのでコースを拡張してみよう。ちょっと大きいコースにしてみた。これでも材料は2キロちょいなので、2000円くらいで作れる。
スピンバイパー行ってみよう。スイッチオン。ゴー。おー。ロングストレートや連続コーナーがあるので、さっきのオーバルコースよりも見応えがあるな。ラリーカーも走らせたいけど、ストレート後のコーナーでコースアウトしそうなので、ローラーセッティングを変更。フロントを2段にしてみた。2段ローラーの効果は果たして。ゴー。どうだ？よし。ロングストレートで加速してコーナーに突入しているけど、コースアウトせずに曲がれている。スローで見るとこんな感じ。ちょっと実車の WRC 一歩差があって良いぞ。ローラーセッティングで走りが変わることが分かったので、ちょいと試してみたいことがある。それは、リアローラーなし。うまくいけばリアをスライドしながら走れるので果たしてどんな走りになるのか。ゴー。おー。あ。逆走してしまった。これは、リアがスライドしすぎてスピン。そして無限ループに突入してしまった。よく見るとリアタイヤがコースからはみ出てしまっている。おっと回収ミス。リアタイヤのはみ出しを防ぐために、コース幅を拡張。さらにモーターを低回転型に変更して、ローラーは低摩擦タイプを1個のみにしてみた。これで程よいテールスライドを狙う。ゴー。どうだ？おー。手前のコーナーでスライドできているぞ。ちょっとスピード的にわかりにくいので、スローで見てみよう。華麗なドリフトとは言い難いけど、程よくリアをスライドさせながらコーナーを抜けている。ローラーやタイヤのセッティング次第でもっとよくできそう。というわけで自作コースで遊ぶことができた。溝4区のメリットとデメリットはこんな感じ。他にも、ボディを路面近くまで下げられるので、コンテストに出てくるようなかっこいいボディでも走らせられる、というメリットもありそう。アップダウンのあるコースは、簡単に飛び出てしまいそうだけど、テーパーローラーとか使えばワンチャンあるような気もする。今後は他のシャー仕様のアタッチメントを作ったり、スロープやバンクなどのセクションを設計したり、緩いコーナーを作って疑似にレーンにするなど、少しずつ進化させていきたい。それとマシン側のセッティングもまだまだ手探りなので、色々試してみようと思う。おまけ。動画の途中で触れた 3D プリンターの黒魔術。正式には、スパイラルモード、とか、カビンモード、といって、輪郭をひたすら一筆書きのようになぞって造形する手法。黒魔術とライン幅変更の合わせ技で、設定次第だけど半分くらいの時間で出力できる。3D プリンターで出力中。できたのがこちら。早いならこれ一択じゃん、と思うかもしれないけど代償があって、一筆書きの都合で左右の壁が繋がってしまう。ので、クラフトのコでカット。出てきた端材は2つに切って、簡易ジョイントに使える。カットの手間を差し引いても早いのでおすすめ。おまけのおまけ。古いシャーシで試してみる。スイッチオン。ゴー。とても平和だ。ギア比は一番遅い 11.2 対1なので、飛び出す気配なし。これくらいのスピードでのんびり楽しむのも良いな。と言いつつハイパワーモーターでどうなるのか気になるので、プラズマダッシュで走らせてみる。ゴー。おー。意外と走ってしまっている。ギア比次第ではかなりの高出力でも走れることが分かった。もちろん少しでもハイギアにすると、安定感がなくなり、簡単に飛び出してしまう。